はい、どうもこんにちは。ファンファンコレクションです。今回は2026年6月発売のトミカとトミカプレミアムシリーズをチェックしていきます。今月は非常にリリースが多くて、ご覧いただいているもの以外にも購入しているんですが、それはまた別の動画でご紹介していきます。あと今回結構台数が多いので、概要欄にそれぞれのタイムスタンプもご用意しておきますので、ぜひそちらもご利用ください。あとぜひチャンネル登録、高評価での応援もよろしくお願いします。では早速見ていきましょう。まず1台目は19番ホンダスーパーワンスケール58分の1サスペンションのアクション付きです。こちらは初回特別仕様も同時に発売されました。はい、それではホンダスーパーワンです。ボディカラーはバイオレット系のカラーで、実車でいうとブーストバイオレットパール&ブラックという2トーン構成のカラーになっています。実車のオプション価格がなんとですね、104,500円。ね、なかなかな価格ですね。でもね、非常になんか綺麗な紫系のカラーですね。そしてフロント側見ていきますと、このヘッドライトとグリルの再現がね、なかなかすごいですね。トミカ、通常のね、トミカにしては珍しいタイプのね、再現の仕方です。あとこの辺りのね、塗り分けはね、しっかりとされてます。なかなか可愛い。N1 がベースの電気自動車ということで非常にね話題になってるんですけれども、はい、ちょっとねこうサイズアップしてるんですよね、 N1 よりね。そのあたりのこの張り出し感とかもねしっかりと再現されていると思います。ちょっとねこのブリスターフェンダーっぽいようなところがねかっこいいです。そして後ろもいいですね、この作り。このテールレンズの白いこのエッジの部分がね際立っててかっこいいです。あとホンダとねここに書かれてまして、ね、このバンパー周りのこの立体感とかもねかっこいいです。そしてボンネットで、内装は黒い成型色で、こうやって見ると結構ねしっかりと造形されているのが確認できます。そしてルーフはね先ほども言いましたがブラック艶ありの黒ですね。はい、ここにアンテナとかね、このルーフスポイラー、意外とねこのサイズにしたら長いかなという印象です。でタイヤホイールはスポーツタイプシルバーのリムですね。続いてシャーシ面ですけれども、はい、このような感じになってます。フロントセンターリア側ということで、ナンバー19 58分の1スケールホンダスーパーワンメイドインベトナムとなってます。はい、そしてサスペンションですね。こんな感じですね。ストローク感ね結構あります。はい、でタイヤもしっかりと回ります。まずねこちらが通常タイプで、続いてね初回特別仕様のをチェックしていきます。はい、ナンバー19ホンダスーパーワン初回特別仕様スケール58分の1サスペンションのアクション付きです。ホンダスーパーワンの初回特別仕様です。こちらはですねブラックのボディカラーにグラフィックが施された1台となってますね。全面グラフィックというかなりすごい仕様なんですが、今回のね初回特別仕様はかなり人気だったんではないでしょうか。ひょっとするとね手に入れられなかった方もいらっしゃるかもしれません。このかっこよさ、この車はですね軽自動車の先ほども言いましたが N1 の E ですね、電気自動車ベースでちょっとサイズアップされているというのがね特徴なんですけれども、本当ねこのやはりねちょっとワイドになったりするだけでかなり印象がね変わってねかなりスポーティーですよね。昔のね車ご存知の方だとシティターボとかねブルドッグの仕様の再来みたいなね話題になりましたけどね、ほんとちょっとね可愛いけどなんか走りの方はねすごい、そんな感じの1台です。でどれぐらいサイズアップしたかというと、全長がね 185mm、 全幅が 100mm、 前高が 70mm アップしているようです。なのでこの車ね白ナンバーですよね、軽自動車でないと。そんな感じでタイヤもね片側なんか 40mm ぐらいね拡大されているということのようです。で中身もね結構すごくて、ボタン一つでね通常のね 47kW から 70kW へね一気にパワーアップできるブーストスイッチがあったり、あと電気自動車なんだけど仮想のね7段ギアがあって、パドルでねシフトできたりとか、ポーズのアクティブサウンドコントロールというものが含まれてて、走りをね演出するような仕掛けもあったりして、そのあたりねさすがホンダだなといった感じがします。先ほどとの違いっていうと、タイヤホイールのねリムがさっきはシルバーでしたけど、こちらね全部黒というより引き締まった印象になっています。
で、実車の方ですね、価格が339万200円と、結構ね、高価なんですけど、補助金が130万円もね、出るらしく、実質200万円ちょっとぐらいでね、購入ができるようです。なので、実車でね、購入される方も結構いるのかなと思ったり、ただ、航続距離が WLTC モードで274キロと、日常のね、通勤買い物とかね、駅への送迎といったような用途ではね、使えると思うんですけど、週末ね、長距離の旅行とかね、行こうと思うとちょっと不安があるそんな感じの1台です。はい、こちらもね、サスペンションチェックしていきます。これもね、しっかり効いてますね。タイヤも転がってもちょっとね、黒くて分かりにくいですけれども。はい、ちょっとね、並べておきましょうか。はい、このような感じです。初回版ね、このグラフィカルな感じもかっこいいんですけど、通常版のね、色もね、なかなか個性的でね、かっこいいと思います。皆さんどちらが好みでしょうか？よかったらね、コメント欄で教えてください。ということでね、次の車チェックしていきましょう。はい、次はナンバー57、化石運搬車です。化石積み下ろしのアクション付きです。はい、化石運搬車です。時々トミカに出てくるトラックの荷台にね、何か積まれたシリーズなんですけれども、こちらね、トラックが特にね、社名とかなかったんですけれども、実際はこちらですね、いすゞのギガベースとなってます。なので、ちゃんとね、結構トラック自体がね、かっこいい感じになってます。この辺りね、ちゃんといすゞと書かれてます。で、結構ね、白ベースなんですけど、ちょっとグラフィカルな感じのデザインですね。はい、いかがでしょう。なかなかかっこいいんですよね。なんか特別なトラックといった感じで。タイヤはね、通常タイプですね。メッキのホイールとなっています。こういったガードとかもね、ちゃんと造形されてまして、後ろはこのような感じですね。屋根の上もね、ちょっとグラフィックが入ってたり、あと恐竜ですよね。はい。この恐竜、なんか恐竜のなんていうかね、骨格標本っていうんですかね。はい、そちらがね、乗ったような感じになってまして、はい、こういった感じで、なかなか可愛らしい恐竜なんですけれども、これがね、アクションで積み下ろしできるということで、こういうとこですね。なのでね、こうやって別で置いて飾ることもできそうですよね。荷台にね、乗せると、このような感じで、結構ね、しっかりカチッとはまるので、こうやって持っても落ちません。で、シャーシ面ね、フロント、センター、リア側となってまして、先ほども言いましたがね、いすゞギガのね、ベースとなってます。こちら2007年の方のメイドインベトナムですね。あと、サスペンションはついてませんが、タイヤを転がすとね、このような感じです。はい。トラックね、かっこいいですね。ということで、化石運搬車でした。それでは次の車チェックしていきましょう。続いて、ロングトミカ132番、森田小型オフロード消防車。レッドレディバグ&搬送車です。そしてこちらね、アクション満載ですね。レッドレディバグはサスペンション。搬送車はクレーン稼働、スロープ稼働、コンテナ積み下ろし、ボート連結、切り離しとなってます。パッケージの後ろ側ですね。こちら、説明が書かれてます。説明もかなり満載。森田小型オフロード消防車レッドレディバグはオフロードで圧倒的な走破性を誇る消防車です。近年では地震や土砂災害など突発的な災害が増加しており、交通網の寸断により一般の消防車では進入困難な現場も少なくありません。本車では現場に取り残された要救助者を救うために瓦礫や土砂崩れなどの悪路でも自走で進入し活動を支援します。約30度の途半性能や水深約40センチまでの走行性能を備え、過酷な環境下で力を発揮します。後部ボディユニットは消火、救助、情報通信などの機能別に分かれており、現場の状況に応じて容易に交換が可能です。さらに救命ボートの牽引も行えるため、水難救助を含むあらゆる災害にオールラウンドに対応します。遠方の災害現場への出動時は、専用の搬送車に後部ボディユニットや救命ボートとともに積載し、迅速に現地へ急行します。2026年6月現在ということです。はい、今開封したんですけれども、そこはね、ちょっとうまく取れてなくて、今出ちゃった状態なんですけれども、中身はですね、このボートですね、ボートとレッドレディバグ本体と後部ユニット、そして搬送車、あとステッカーですね。一旦先に貼っちゃいます。はい、まず今回の主役のレッドレディバグから見ていきます。は
はい、このような感じで結構ね、コンパクトな車体ですよね。で、消防カラーの赤と黒のカラーリングとなってます。はい、タイヤもね、こういった感じで、ちょっとオフロードっぽいようなね、ゴツゴツしたタイヤがついてます。で、正面側見ると、このような感じです。結構オフロード車のようなバンパーとかね、グリル、かなり造形もしっかり作られててかっこいいです。で、右サイドですね。そして後ろ。このような感じで、ちゃんとここね、モリターと書かれていますね。で、屋根の上にはこのランプついてまして、結構コンパクトだけど、ちゃんとね、災害地には入っていきやすいという。カラーリングのこの赤と黒とで、かなり武骨なね、印象ですよね。心強い、ね、車です。で、これね、一応ね、左ハンドルのね、車となってます。ちょっと見えるかな？はい。左ハンドルとなってます。で、シャーシ面ね、こんな感じです。トミー、ナンバー132、2024年の方のスケール65分の1ですね。森田レッドレディバグ、メイドインベトナムとなってます。そしてアクションですね。サスペンションのアクション付きということで、フロント側、リア側。リア側の方がかなりストローク感はあります。はい、しっかり効いてます。で、タイヤが回るとこのような感じです。続いてこちらがね、後部ボディユニットです。消火とか救助とか情報通信のね、機能別に分かれているようで、これね、なんかこう、分割できます。はい、このような感じで、実際にはこの後ろの部分ね、多分ここを乗せ替えて使うような、そんな仕様のようです。そして救助ボートですね。はい、このような感じで、オレンジ色のボートですけれども、ここね、ステッカー貼りました。今回ね、ちょっとステッカーはクリアのシールなので、糊の部分がちょっとね、分離が悪かったりするのでね、ちょっと貼るとき要注意でした。このような感じで。あと、タイヤがね、通常トミカのね、タイヤがついています。で、ここが動きますね。後でね、ちょっと連結はしますけれども、こういった感じで、かなりね、造形はね、細かくね、作られている感じがします。はい。シャーシ面もね、こういった感じになってます。続いて搬送車です。この搬送車もめちゃくちゃかっこよくないですか？ねえ、普通の、トラックベースだと思うんですけれども、なんかかっこいい。こういった斜めになってるところとかね、非常にデザインいいですよね。はい、正面こんな感じで、ヘッドライトとかね、結構細かく色で分けられてたりして、ね、このフェイスもいいですね。こういった感じです。かっこいい。いいですね。レスキューと書かれてまして、ここら辺はかなりトラックだけどなんかスポーティーな印象があります。で、後ろ。こういった感じで。で、ここのね、クレーンのアームの部分にステッカー貼りました。で、クレーンのここは伸びます。前に。あと、これが、こう、回転ね。180度かな。ここからここまで。より向こうは行かないです。はい、こういった感じ。あと、上にもね、動かないです。これね。はい、こう伸びて、この辺り、稼働します。そして荷台の上ね、こういった感じになってまして、島板交換のようなね、感じになってます。で、キャビンの上ね、こういった感じ。この色がね、ここの赤とちょっと違って、ちょっとメタリックが入ったようなカラーリングになってかっこいいです。塗り分けね、かなり細かいですよね。で、先ほどの、このね、ユニットですね。ユニットを乗せると。ここにちゃんと乗せれるように突起がついてます。なので、この突起に合わせて乗せると結構ね、ほら、しっかりとはまります。このね、スロープね、可動ということで、スロープが降りて、このね、レッドデリバーグがね、積み下ろしできると。このような感じで、一番楽しいところですね、これね。はい、こんな感じで乗せれます。結構スロープも傾斜がね、緩めなんで、若干こう、やっぱり当たっちゃいますけれども、シャーシのとこね、こんな感じで積めます。で、ここをね、タイヤ止めもついてるので、しっかりと、こう、位置が決まります。で、スロープを跳ね上げると、このような感じで積み込み完了となります。そして、このボートですね。
ボートはこの先の突起をですね、ここのシャーシの後ろのこの穴に入れる感じで、これで連結完了です。ちゃんとこれがこう動くところがいいですよね。はい、なかなかね、長い感じで、しかも非常にかっこいいですよね。この運搬車のデザインもね、非常にかっこいいです。ロングトミカ、今月のロングトミカ、本当なんかすごいね、豪華はい、このような感じで森田の小型オフロード消防車レッドレディーバグ&搬送車でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてはトミカプレミアムの23番トヨタセリカ GT4RC です。まずパッケージからチェックしておきます。はい、正面こんな感じで、上の面、はい、スケールがね60分の1ですね。でリトラクタブルライト可動のアクション付きとなっています。はい、では中のチェックしていきましょう。トヨタセリカ GT4RC です。こちらは通常タイプで初回版のトミカプレミアム発売記念仕様も同時に発売されています。まずね、通常版の方なんですが、ボディカラーね、赤ですね。非常に鮮やかな赤です。かっこいい、ね、セリカ。この5代目の ST185 というタイプの、セリカなんですけれども、結構ね、セリカといえばこのタイプが好きっていう人も多いかと思います。通常ね、セリカ GT4 ね、有名なんですけど、この RC っていうのがついてまして、こちらは、ラリーコンペティションのね、略で、WRC に参戦するために、発売された、世界でね、5000台限定の車。日本でね、1800台ほどね、販売されたそうです。はい、すごい特別な車ですね。そんなセリカなんですけどね。はい、タイヤね、こんな感じです。ホイールもこういった感じ。この辺りはね、結構、ラリーカーだけど、抑えめなデザイン。そんな印象です。で、この車はですね、このフロントがね、かっこいいですよね。ラリーでね、勝つための車ということで、実際にはね、水冷式インタークーラーとかね、採用されたり、冷却とかね、空力とかをね、考えられて作られたこの、ね、フロント周りです。はい。で、ライトがね、稼働するということでね、ちょっと確認しておきます。はい。このような感じで、ヘッドライトのところはね、シルバーでのね、塗り分け。で、縁はね、黒になってますね。はい、こういった感じで、なかなかかっこいい、ね、テールレンズとかもね、しっかりとこうクリアパーツ使われてまして、で、ここね、ステッカー類もね、しっかりと再現されてます。はい。ボンネットもね、先ほども言いましたけどね、この冷却とか空力とか、ね、こういったゴツゴツした感じで、しっかりとね、再現されています。で、内装ね、黒い成型色になってますね。後ろのね、スポイラーも控えめですけど、しっかりとね、作られている印象です。そしてシャシ面ね、こんな感じですね。フロント、センター、リア側と全体的に造形しっかりされている印象。2025年の型60分の1スケール、トヨタセリカ GT4RC メイドインベトナムとなっています。こちらサスペンションのアクションはありませんが、タイヤを回すとこのような感じです。ね、ホイールがしっかり作られているのでね、非常にかっこいい感じです。続いて初回版のをチェックしていきます。トミカプレミアムの23番、トヨタセリカ GT4RC トミカプレミアム発売記念仕様です。まずパッケージでね、こんな感じになってます。で、上の面と、スケール60分の1リトラクタブルライト稼働と。で、横はこのような感じになってます。はい、こちらですね。初回版のはボディからね、白系ですね。そしてここね、GT4 の RC っていうのは、先ほどちょっとボディが赤だったんで目立たなかったんですけど、こちらね、しっかりと RC の文字が赤でね、再現されてます。非常にかっこいい。はい、正面ね、こんな感じです。で、ライトを上げると、よいしょ。はい、こういった感じ。ね、なんかラリーカーのイメージだと、やっぱこの白ベースがね、一番ね、イメージに近いかなと思うんですけれども、はい。この車はね、WRC の世界王者ね、なった車ということで、ね、非常にやっぱりかっこいいですよ。今見てもかっこいい。はい、こういった感じです。で、シャシ面はこのような感じ。フロント、センター、リア側と。ね。先ほどの色違いなんですけどね、このソリッドのね、白もやっぱかっこいいですよね。
で、こちらもね、サスペンションないのでね、ちょっとタイヤだけね、転がしておきます。はい、このような感じになってます。はい、ね、赤と白とね、どちらもね、ほんと甲乙つけがたいね、いい色ですね。ということで、トミカプレミアムのトヨタセリカ GT4RC でした。それでは次の車チェックしていきましょう。続いてはトミカの GRGT です。はい、まずパッケージね、このような感じになってます。ではね、中のチェックしていきましょう。はい、保護紙にね、包まれてました。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。これはすごい。なんか通常トミカみたいな箱に入ってるんですけど、値段ね、880円定価ですかね。なので結構プレミアムに近い価格なんですけれども、非常にいい感じです。今回これ発売の時にネット予約をちょっとし忘れまして、で、今日ね、急遽お店の方に買いに行ったんですけれども、最初行ったお店は整理券方式で、なんと私の前で売り切れてしまった。で、慌ててもう一軒ね、近くのありそうなお店に行ったところ、なんとかギリギリ1台、しかもラス1で購入できました。めっちゃ人気あるんで、もっとね、手に入りやすくしてほしいなと思うんですけれども、皆さん購入できましたでしょうか？結構手に入れるのハードル高いかもしれない、これ。はい。なんで、ちょっとね、見ていきますけれども、GRGT、ね、めっちゃかっこいいですよね。この後、プレミアムレーシングの方にも、この GRGT の GT3 をね、ちょっと見るんですけれども、はい、このような感じで、この GR のね、マークが入ってますね。デザインね、めっちゃかっこいいですよ。なんかもともとはその、レースの車を、逆に市販するみたいなね、そのコンセプトで、ね、発売されている車のようなんですけれども、この GT カーというかね、その感じの車だとやっぱこのロングノーズとショートデッキでね、そのデザインがやっぱかっこいいですよね。はい。しかも結構このエッジのね、ところどころエッジのあるデザインがね、かっこいいです。このテールとかね、めっちゃかっこいいデザイン。で、ボディカラーもこう結構ね、ガンメタルというかね、グレーメタリックといったそんな感じですね。あとマフラーの造形とかこの辺り。ちょっとね、レクサスに近いかなっていうイメージもありますけど、ね、かっこいいです。ボンネットとかね。内装黒い成型色ですね。若干ちょっと見にくいですけどね。はい。そしてエアネット、後ろ側と。ちゃんとね、ここもね、GR のマークが入ってます。はい。シャーシ面はね、結構あっさりした作りですね。はい。スケールが65分の1、2025年の型、GRGT メイドインベトナムとなってます。そして、サスペンションのアクションですね。このような感じ。若干効いている感じですね。で、タイヤを回すと、このような感じになってます。ということで、トヨタの GRGT でした。それでは次の車チェックしていきます。はい、続いてはトミカプレミアムレーシングの GRGT3 です。まずパッケージね、このような感じです。はい。ね、めちゃくちゃかっこいいですね。左右ドア開閉のアクション付きですね。今月ほんとかっこいい車多すぎ。では中のをチェックしていきます。はい、GR-GT3 です。はい、GT3 ということで、こうレーシングカーモデルなんですけれども、めちゃくちゃかっこいいですね。色は艶消しのね、黒ですね。この横のね、デザインとか、このタイヤホイール、めちゃくちゃかっこいいですね。全部が黒なんで、ものすごくね、塊感があって、非常にかっこいいです。そしてフロント側、このような感じですね。ヘッドライトの部分ね、こういったプリントですかね、再現されてます。こういった感じで。このね、グリルの部分とかね、造形ね、しっかり作られてまして、右サイド。ちょっとね、ドア開けると、このような感じですね。こちらは、左ハンドル車なんで、右側ね、こういった感じになってます。こういったところの造形もね、かなり細かいね、立体感が出されてますね。はい、後ろね、テールレンズの部分。このデザインね、かっこいいですね。横一文字な感じでね。で、GR のマークもちゃんと入ってまして。先ほどのね、GRGT とはね、ちょっとね、同じ車なんだけど、やはりレーシングカーということで、か
かなりゴツゴツ感が増えてます。はい、でこちら運転席側、左ハンドルということで、このような感じでちゃんとバケットシートとか、ね、確認できます。そしてボンネットもすごいね、このえぐれ具合。ワイパーがセンターに1本と。あとここね、ステッカーが貼られてまして、屋根の上の造形とか。はい、そして大きなね、リアウィングがついてます。で、シャーシ面。はい、こういった感じで、先ほどのよりね、造形されてますね。こういったところね、細かい感じが。はい、GR-GT3 メイドインベトナムとなってます。でこの辺りからディフューザーのこの立体感。かっこいいです。こちらはサスペンションのアクションはついてないようで、タイヤを回すとこのような感じです。一応ね、ホイールも造形されてるんですけど、全部が黒いのでね、ちょっと見にくいかもしれませんが、いかがでしょう。めっちゃかっこいいですよね。先ほどのこのね、GR-GT とね、比べてもどうでしょう。よりなんかこう、レーシング感がほんと増してて、ね、こちらもね、ほんとかっこいいんですね。GR-GT 自体も非常にかっこいいんですけれども、ね、こういった感じで、むしろ GR-GT がよくできている、そんな印象すら受けます。じゃあどちらもかっこいい。ということで、トミカプレミアムレーシングの GR-GT3 でした。それでは次の車チェックしていきましょう。続いてトミカプレミアムレーシングトヨタ GT レーシングコンセプトグッドウッドフェスティバルオブスピード2025エディションです。こちらはタカラトミモールの商品となってます。はい、まずパッケージですね。こんな感じです。はいね、こういった感じで、先ほどのね GR-GT3 のこう色違いというかね、そんな感じなんですけど、中のチェックしていきましょう。はい、トヨタ GT レーシングコンセプトです。はい、このような感じで、先ほど見たトヨタ GR-GT3 と車自体はね同じなんですけれども、このカラーリングがねちょっと特別というか、このカモフラ柄ですね。なんかさっきは艶消しのブラックでなんか非常に塊感があったんですけど、なんかちょっと白が入ることで見た感じの印象なんですけど、ちょっと軽い印象、そんな印象があります。でこのカラーリングなんですけど、2025年のグッドウッドフェスティバルオブスピードというイベントで、この GT レーシングコンセプトですね、今言ってたGR-GT3 なんですけど、そちらが世界初公開されて、このカモフラバージョンで実車がねデモ走行を行ったという、その時のこのカラーリングというかね、デザインのようです。ほんとすごいね、このなんていうかカモフラ柄。僕これ1台しか持ってないんですけれども、この柄ってみんな同じなのか、それとも1台ずつなんか違うのかね、ちょっと気になりませんかね。こういった感じで、ちょっとこういう感じで見てて、 GT レーシングコンセプトをお持ちの方いかがでしょう。手持ちの車と同じかどうか、よかったらねちょっとコメントで教えてください。全部がね同じ柄だとそれはそれですごいですし、柄が違うっていうことでしたらなんか一台一台ねちょっと違って、それはそれでなんか愛着がね出ますよね。でちょっとねこちらもドア開閉のアクション付きなんでね、こう開けておきます。ちょっとこうやった方が見やすいかな。はい、運転席左ハンドルね、こんな感じで先ほど同様こうバケットシートがついてます。そして右サイドね、はい、このような感じになってます。はい、いかがでしょう。かっこいいね、やっぱりね。これやっぱりこう横から見た時ね、このデザインがね非常にかっこいいです。はい、このウィングの下までねしっかりとカモフラ柄になってます。でシャーシ面はね普通ですね。はい、こういった感じで。で、一応ここにちゃんとトヨタ GT レーシングコンセプトと書かれてます。先ほどのやつはこうね、GR-GT3 と、この辺りはね、違ってます。はい。はい、こちらも動かしてみると、このような感じですね。タイヤホイールの回転いかがでしょう。しっかりかっこいい感じですね。はい。このカモフラ柄と、もう艶消しブラック。ね、こうやって並べてもなんかね印象はかなり違いますね。
こちらもかっこいいですけど、まあ個人的にはやっぱり黒の方が好きかな。あとね、この GRGT もね、めっちゃかっこいいですし、ね、はい、このような感じで、かっこいいね、GR 系の車両がね、3台発売されました。それではね、次の車チェックしていきます。はい、続いてはこちら、今回のラストですね、トミカプレミアム、トミカトランスポーター、日産 GTR ニスモスペシャルエディションです。まずパッケージね、チェックしていきますと、このような感じ。はい、上の面とね、横の面、そして後ろですね。で、反対側ということです。では中の方チェックしていきます。はい、こちらですね。今までこんな入り方してたかな。では早速ね、中の方をチェックしていきます。はい、こちらですね。はい、こちら日産 GTR のニスモスペシャルエディションです。はい、ボディカラーはシルバー系なので、アルティメイトメタルシルバーがね、イメージのカラーだと思うんですけれども、非常にこう光沢感もあってかっこいいです。はい、まず横なんですけれども、このような感じでタイヤホイールね、めっちゃいい感じです。実車だとこのね、ホイールレイズ製の20インチの単造アルミホイールということで、このね、赤いこのラインがね、ポイントですよね。そこまでしっかりとね、再現されている、そんな印象です。非常にかっこいい。このね、下側の赤いラインとこのホイールの赤いラインがね、めっちゃいい感じです。そして正面、このような感じ。ヘッドライトはクリアパーツ使われてまして、真ん中にはちゃんと GTR と。そしてここね、小さいですけど、ニスモの文字が入ってます。で、このグリル周りにね、黒とか赤とかね、非常に細かいんですけど、しっかりとね、塗り分けされている印象です。そして右サイド。はい、ちょっとね、ドア開けておきましょう。はい、こちら運転席周りですね。いかがでしょう。結構しっかりとね、造形されている印象ですね。はい、そして後ろね、テールレンズのとこね、クリアパーツ使われてまして、はい、ちゃんとこちらね、GTR のマークと、ここ真ん中にニスモの文字が入っています。で、この後ろ側のね、エアロとかね、あとこのマフラーの出口の部分のね、色がね、ちょっとチタンカラーっぽいようなね、ちょっと青いっぽい色になってるのがね、かっこいいですね。そして助手席側を開けるとこのような感じです。はい、シートとかね、しっかりとね、作られてる印象です。はい、ダッシュボード周りね、このような感じになってます。そしてボンネットね。このボンネットはね、この車の特徴的なね、部分とも言いますよね。このニスモ専用のカーボンボンネットですよね。このエアダクトがついたボンネットもね、こういった感じで再現されてます。かっこいい。で、屋根もね、このような感じで色が変わってまして、後ろと、そしてウィングと、はい、このような感じで、非常にね、かっこいいです。で、シャーシ面ね、このような感じですね。フロント、センター、そしてリア側となってまして、スケールが62分の1、2025年の方ですね。日産 GTR ニスモメイドインベトナムとなってます。そしてサスペンションね。こんな感じですね。ストロークは大きくはないですけど、しっかりと効いている印象です。そして動かしてみると、このような感じ。いいですね。やはりこのホイールがかっこいい。ちょっとね、赤いこのリブのところのね、ラインが効いてますね。これはかっこいいです。はい、そしてね、一応ね、トラックの方も確認しておきますと、今回ね、結構黒系ですね。で、日産のロゴが入ってて、で、下側がちょっとガンメタル風。で、上黒ですね。ツヤリブラックということで。架空車なのでね、あまり見どころといったところはないんですけれどもね。毎回ね、ちょっといろいろなカラーバリエーションが出るということでね、確認しておきます。ということでね、今回ね、黒にこのシルバーの GTR の組み合わせ。はい、ということで、今回は2026年6月発売のトミカとトミカプレミアムシリーズをチェックしました。ほんと今月はかっこいい車目白押しでしたよね。これ以外の車もまた次回以降ね、ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。